開拓移民としてこの地に降りて、早5年の月日が流れ、村の様相も変化していた。人口は500人を超え、小学校や診療所が設けられ、工場の整備もさらに進んでいた。和夫の成功で、久美が生まれる頃には、ベビーシッターを雇えるほど、暮らしぶりはかなり裕福なものであった。2年前に新築した家は、近所も羨むほどの立派な造りで、池には鯉が泳ぎ、広い庭にはハイビスカスが咲き乱れ、敷地の一角にはパパイヤやバナナが色よく実っている。子供たちは何不自由なく暮らし、大自然の中、のびのびと成長していた。幼い久美と一つ違いで姉の恵美にとって、目下の遊びは、母、みゆきの目を盗んで海に繰り出すことだ。村の外れから川を下り、マングローブの林を抜けると、一面、目にも鮮やかなコバルトブルーの青い海が果てしなく広がり、サンゴと熱帯魚の美しいコントラストで彩られている。久美、あそこに行ったらあかんで。溺れたら死ぬんで。まだ足もつかんけんな。恵美、久美をちゃんと見とくんで。わかったで。庭で遊ぶけん。久美と恵美は顔を見合わせ、いたずらな笑みを浮かべた。そして、みゆきが畑に出かけるのを見届けると、二人は母屋に隠していた板を小脇に抱え、一目散に川へと駆け出した。川面に板を固定し、器用に飛び乗ると、マングローブに覆われた水路を抜け、白い浜辺にたどり着いた。待ち構えていた原住民のタウマが、沖の島まで泳いで行こうと、身振り手振りで合図している。逆光で真っ黒い顔が全く見えないが、白い歯だけがキラキラと反射して見える。真っ黒お化け、真っ黒お化け。あはは。久美はケラケラと笑いが止まらない。久美、わよせんと、ラヒにまた足引っ張られるやで。二人はまだ、よちよち歩きの頃から、父に何度も海に放り込まれ、死に物狂いの特別レッスンを受けてきた。だから二人とも、泳ぎはお手の物だ。ただ、今は満潮時で水深が深い。母から託された久美のことが心配ではあったが、負けん気が強い性格から、どうしても一番に島にたどり着きたかった。タウマの弟らヒのいたずらを横目に、恵美は一人島を目指して泳ぎ出した。恵美に放っておかれた久美だが、負けず劣らず強気で、メソメソなくタイプではない。案の定、何度もラヒに足を引っ張られ、海水を飲まされたが、なんとか必死に島までたどり着いた。砂浜に上がったラヒが、必死の形相で泳いでいた久美が、まるで溺れかけの犬のようだったと真似て、ケタケタ笑い出した。確かに、久美の泳ぎ方は独特だ。年が近いラヒはいつも久美をからかって、ちょっかいをかけるのだ。久美はそれが一番嫌だった。足を引っ張られることよりも、からかわれていることに腹が立つ。口を尖らせ、悔しがる久美に、追い打ちをかけるように恵美が言った。せやったら、うまうならんとあかんで。久美にもできるわ。はいはい、ほんま、いつになるんやろかな。絶対できるわ。久美も、うもうできるわ。恵美はそんな久美に構うことなく、タウマと再び海に飛び込んだ。
コバルトブルーの水面が帯のように美しい曲線を描いて、まるで宝石のように眩しくきらめいている。沖にはサンゴの群落が広がり、遠浅の海の中では色とりどりの魚が群れをなしていた。エミは海底で星形の貝殻を見つけた。エミちゃん、海のち。後ろから組の声が聞こえてきた。もう、なんでついてきたん？今度は本当に溺れかけの犬のようにアップしている。ラヒがまた下から足を引っ張っていたずらしていたが、さすがに今度は本当に溺れそうになっていた。沖は深いき、ついてきたらあかんって、いつも言うとるやろ。それを聞いたラヒが慌てて手を離した。エミは面倒くさそうに組のところまでたどり着くと、手を取って浅い場所まで連れて行った。しばらくして岸に戻ると、いつの間に来たのか、心配そうに見守るみゆきの姿があった。エミ、組をちゃんと見とかんとあかんで。みゆきの声は穏やかだったが、二人の画策は見透かされていたようだ。みゆきは黙って組をおぶり、エミの手を取って歩き出した。エミ、ちと、はよう歩かんね。手を引かれたエミの足取りが重い。組は上から満足げに、エミを見下ろしている。エミは不機嫌そうに答えた。年子でできた妹が、いつも母を独り占めしているのが恨めしかったのだ。母さん、組も歩かせたらええで。なんでおぶるん？組は小さいけん、仕方ないで。エミは、おぶられている組を睨みつけた。家に戻ると、泳ぎ疲れた組は、みゆきの背ですっかり眠りについていた。みゆきは、組を2階の部屋に寝かせると、今度はエミのため、風呂釜に火を起こしに行った。その様子を見ていた和夫の妹、キヨがみゆきに近づいてきた。みゆきさん、子供のしつけ、どうなっとうや。親の手伝いもせんと遊びほうけて。犬や豚みてえに、ボコボコいっぱい産むき、こんなことになるが。はあ、すんません。キヨちゃん、こらえてな。キヨは、謝るみゆきに舌打ち返し、呆れた様子で奥の部屋に消えていった。母さん、私も手伝うわ。長女の千恵が、母を心配して近づいてきた。知恵、大きにな。何事もなかったように振る舞う母の背が、千恵にはとても小さく見えた。組の三つ上の姉、千恵は、組たちと違い、大人の事情を理解していて、母がいつも理不尽に姑や小姑からいじめられていたのを心配していたのだ。エミ、風呂が沸いたきん、一緒に入るで。まあ、もう服脱いどったか。久しぶりに母と一緒に風呂に入れることを心待ちにしていたエミは、服など、もう、とうに脱ぎ捨てていた。だいぶ待っちょった。そう言うと、エミは風呂場に駆け込んだ。エミは、えらい泳ぎがうもうなったの。みゆきはエミの体に湯をかけながらそう言った。島まではエミがいっつも一番なんやで。崩壊。五右衛門風呂から立ち上がる湯気で、母の顔は見えないが、優しい声のトーンが湯船いっぱいに広がっている。そやけんど、島の話は父さんには内緒じょ。あそこんは、海蛇がおるけん、危ないんじゃって言いよったじゃろ。わかったで。久しぶりに母を独り占めできたエミは、ご機嫌だった。